お疲れ。Red Pill Japanese Podcast 第2弾やっていこう。このポッドキャストでは俺が普段ガチで日常生活で友達とか家族と使う日本語を、ちょっとゆっくりめのスピードでみんながわかるように話していくポッドキャストね。他のクリエイターみたいな優しい日本語ポッドキャストへようこそ。今日はこれについて話していきたいと思いますとか、そんななんかもうリアルじゃない喋り方は絶対しないから、俺が言うような言葉とか話し方はリアルに日常生活で使えるやつだからためになると思う。でこっちにネイティブなリアルな教科書とか、他のクリエイターが教えないような、スピーチパランとかネイティブフレーズ、スラングとかここで、俺が言うたんびに見せていくから勉強になると思うから、とりあえずやっていこう。でまず俺がなんで、上裸で外にいるかっていうと、さっきまでこの公園でこのベンチ使って筋トレしてたから、週2でこのもう日焼けついでに日焼けしたいから、日焼けついでに外で足のトレーニングと腹筋トレーニングを、週2回やるんだけど、なんかちょっと汗かいたばっかだから T シャツ着たくなくて、まだ上裸の状態でやってるのと、日焼けしたいから上裸でやらせてもらってんだけど、もし上裸が俺の上裸見たくない人は別に見なくていいから、この動画。それは申し訳ないけど、俺の上裸で不快になったら申し訳ない。で、今日のトピックは継続は力なりっていうこの日本語のことわざを、俺の経験とかを踏まえて、みんながどういう風に日本語の学習システムに取り入れるかで、なんでこれが大事なのかについて話していこうと思う。これは日本語学習だけじゃなくて、もう人生のどの分野にも大事なものになってくると思ってるから俺は。で、継続は力なりって何なのかっていうと、単純に consistency is power is the direct translation in English. But I think consistency is everything is more natural English. そう、だから継続は力なり。継続がめちゃくちゃ大事ってこと。でこの継続が力なりっていうこのコンセプトを俺が身をもって体感した出来事を、ちょっとシェアしたいんだけど、俺が小3の時かな。その時はサッカーやってて、小1から小3までサッカーやってて、でサッカー全然楽しくないなっていうか、なんかむずいやんってめちゃくちゃ思ってて、全然上手くなんなかったからさ、多分大して頑張ってもなくて、頑張るっていう言葉も意味も全然わかんないような子だったと思うんだよね。でそれでお母さんにキックボクシングやってみないって言われて、家の近くのキックボクシングジムに体験に行って入会することになったんだけど、で行って入りたいって言った覚えあんまないんだけど、なんか気づいたら入ってて、入って4、5ヶ月目で試合に出るということになって、試合怖みたいな、試合怖いよって試合怖いよって思ってたんだけど、とりあえず出さされたからさ、強制でね、出たくなかったけど、でも出て、したら負けたわけよ。デビュー戦負け。それはまだ経験少なくてみたいな感じの理由で負けたかもしんないけど、でまた2戦目、その数ヶ月後にまた2戦目があって、それ出て、その試合はなんと負けて2連敗ね。でその数ヶ月後にまた3試合目、もうこの時には多分キックボクシング1年くらいやってんのかな、わかんないけど、1年未満で、
3試合目、さすがに勝てるっしょって思って出たら負けて、4試合目、さすがに4試合目、3連敗してるから、4試合目勝たなかったら俺もうセンスないって思って、これは絶対勝つぞで、満を持して出たんだけど、それも負けて、4連敗だよね。4連敗ってやばいよね、普通に。4連敗してさ。で、この時、この4連敗したのって何なんだろうって考えたら、毎日の積み重ねをできてなかったんだよね。走り込みとか全くしてなかったし。走り込みってマジでキックボクシング、格闘技ではマジで大事で、この足腰が鍛わるわけよ。で、足腰が鍛わると、このバランスが、もう全然、子供は特にそうなんだけど、全然変わるわけよ。だから走り込みをして足腰を鍛えてなかったから、もうその試合する時とかも全然バランスがなくて、こうやって攻撃こうやって、打ったら、こうなんか崩れたり、すぐ倒されたりみたいな、して、それが一番原因で勝てなくて。で、これはもう、毎日走り込みすれば、勝てるっしょってその時に思ったのか、言われたのか、覚えてないんだけど、小4くらいでさ、朝6時から毎日起きて走り込みを行くようになったわけよ。成長期だからさ、めっちゃ眠いやん。うわ、行きたくねえよって。まだ寝たいんだけどって思いながらも毎日その弱い自分に打ち勝って、あの時のなんか朝は結構地獄だったね。彼なんか成長期のさ、全然寝れてない感覚、一番辛くない？あの感覚結構もう一生味わいたくないなって。今はさ、寝不足でもなんか別に起きれちゃうんだけど、あの時はなんか成長期だったからかな。全然起きれなくて。その弱い自分に打ち勝ちながら毎日走って、毎日練習行って、で、いざ、5戦目、さすがに勝てるっしょって思って、試合に臨んだわけよね。したら見事、勝って、5試合目にして、初勝利。めっちゃ嬉しかったよね。この5試合目で、やっと、なんか分かったっていうか、継続すれば、自分の欲しいもん、自分の思ったような結果になるんだ。継続すれば、勝てるんだ。って思って、そっから走り込みとか、ちゃんと継続をしてたわけよね。そしたら、もう5試合目、6試合目、7試合目、8試合目、全部勝ったわけよ。もう4連勝。4連敗から4連勝したわけ。めっちゃ気持ちいいな、みたいな。めっちゃ楽しいやんって。継続すればするほど、こんな気持ちいい思いできるんだって思って、継続すればこんなに勝てるんだみたいな。多分初めてそこで、何歳だ、小 4? 小4、小5くらいの理解力、少ない脳みそで多分なんとなく理解できたと思うんだよね、そこで。そこでやり続けて、全然これは誇れることでもないと思うんだけど、日本ランキングがあったの、その時に。俺の団体で。で、その団体で日本ランキング2位になれて、チャンピオンにはなれなかったんだけどね。そこは結構今でも、後悔してるっていうか、もうちょい頑張れたなって思うんだけど、それが人生の今のいい教訓になって、だいぶ今の俺の人生に生きてて、いい学びを得れたから今があるんだけど、そこから中3までずっとキックボクシングやってて、そこで格闘技やめて、もう格闘技やりたくなくなっちゃったんだよね。で、そこからスケボーをやって、スケボー知ってる人ならわかると思うけど、スケボーのカルチャーってさ、もう遊びとスポーツとライフスタイルがもう全部もう一個になったスポーツじゃん。だから別にあれをスポーツっていう感覚ではやってなかったんだけど、もう毎日やってたんだよ、スケボー。本当にガチで毎日やってて、
で、毎日やってたら、もう、ありえない速度で多分成長してて。フリップバックテールってわかる？結構もう、フリップして、結構ね、スケボーやってる人しかわかんないと思うんだけど、フリップバックテールっていう技があるんだけど、それを、スケボーを始めて多分、2、3年でメイクしたんよ。でそれって結構早い方だと思ってて。で、毎日続けたから、そんだけ、普通の人だったら5年、6年とか、一生かけてもできないような技を、2、3年で乗れるようになっちゃうわけよね。毎日やってて。毎日試行錯誤しながら、やってたおかげで、そういう大きな技もできるようになったわけよ。でめちゃくちゃ自慢話みたいに聞こえるかもしんないけど、別に俺がすごいとか言ってるわけじゃなくて、継続がすごいわけよ、これは。継続の力のおかげで俺がそういうことをできるようになるわけで。別に俺が才能あるとか、そういうことを言いたいんじゃなくて、継続をすれば、どんなに凡人でも、どんなに才能がなくても、何にでもなれると思うんだよね。このマインドセットを持ってるか持ってないだけで、多分人生の方向性が、人生どういくかマジで、もう180度くらい全然違う風になると思うんだよね。もし俺が継続の力を知らずに、こんな YouTube 無理でしょ。YouTube でお金稼ぐ無理でしょ。って思ってたら、もうやってないよ。でも俺は継続の力を知ってたから。なんとなくね。YouTube、時間かかるかもしんないけど、毎日、コツコツ、休みなしでやれば、絶対、お金稼げるようになるでしょ。もちろん、この、サポートしてくれてるおかげでこれが成り立ってんだけど、そこはマジで感謝してて。本当に継続は力なり。この言葉だけは覚えててほしいっていうか、この継続のすごいとこって、別に、1日10時間、15時間毎日やんなくても、1年2年かければ、もう自分の思ったような結果に大体はなるんだよね。オリンピックアスリートとかだったらもっと、それ以上の犠牲が必要になってくるけど、俺らが今やってることはさ、この日本語学習じゃん。で、この日本語学習、普通に考えてさ、別に運動神経も別にいらない。必要なのはこの脳みそだけ。別に才能とか別に必要じゃなくね。俺らに必要なのはこの継続だけ。だから、毎日10分でも15分でも、もう5分でもいいよ。本当に時間なかったら。でも毎日続けてほしいんだよね。毎日続けると、この結果だけじゃなくて、自分への信頼、自分のセルフイメージが本当にもう爆上がりするからさ。そのセルフイメージが爆上がりした状態で、なんかチャレンジしようってなったら、この継続をしたことない人に比べて、相当なアドバンテージを持ってると思わない？もうこの継続に対しての体制っていうか、この継続がもう当たり前の状態、当たり前のようにできる。この状態って、もう人生どこ行っても必要なスキルっていうか、自分をその目標に近づけてくれる最高なスキルだと思わない？この継続をできる力っていうのは。継続は力なりっていう言葉だけは胸に刻んでほしい。胸に刻んでね。いろんな人は結構ね、言い訳するんだよね。ああ、仕事が忙しくてできなかった。そういう日もあるよ、もちろん。そういう日はしょうがないんだよ。人間だから怒るんで。でも、いかにその、やらない日をなくして、いかに毎日コツコツやるか。そこに一番重きを置いてほしい。そこだけ。一日に何時間やるかじゃない。毎日どれだけ連続で続けられるか。1年間通してできるか。2年間通してできるか。超初心者で、全然、なんだろうな、その、ディスプリンじゃない人が、よし、1時間、10時間、よし、今日は10時間、この教科書全部やろうとかさ、やってもさ、ただバーンアウトするだけじゃん。ただ燃え尽きるだけじゃん。オーバーウェルミングだから。圧倒されて。で、この継続のすごいところっていうのがもう一つあって、1日10分から始めんじゃん、例えば。そしたらもっとやりたいなって自分でね、自分から思うようになるわけよ。これ30分やりたいな、1時間やりたいな。
どんどん体勢がついてきて、どんどんできるようになってくるわけよ。だから、もし、1日1時間とかさ、2時間3時間、いきなりやろうとして、もうなんか脳みそが、なんか全然集中できないとかさ、そういう感じになってんなら、まず1日10分、20分、そんくらいもう小さな時間でいいから、1日もサボんない。っていうのに集中すれば、だいぶペラペラになるっていう目標により効率的に近づけると思うんだよね。だから必要なのはいいゴールじゃなくて、ベラーシステム、よりいいシステムを自分で考えて、自分に合ったシステム、これなら継続できるっていうシステムを自分に合ったものを作るのがペラペラカジュアルな日本語をマスターできる近道なんじゃないかなって思う。で、もしこのショートカット、このカジュアルなリアルな、いろんな他のクリエイターとか教科書が教えないような、実際に今俺が喋ってるような日本語をもう細かく最短でマスターしたいって人は、このリンクにコミュニティの概要欄あるからちょっとチェックしてみて。でもう80何人、あとちょっとで100人メンバーになるから、最初に100人で本当にすごいマイルストーンだと思うから、その一人にお前がなってくれることを楽しみにしてるから。で、こういう動画、このポッドキャストスタイルの動画もどんどん上げていくから、もしいいなって思ったら、もっと見たいなって思ったら、いいねとチャンネル登録とコメント頼むわ。じゃあまた次の動画で。継続は力なり。それだけは忘れないで。お疲れ。